家なしです。超責任務完走です。早速ですが今回私が一番好きなシーンをどうぞ。うわ、何今の鳥さん。絵みたいな。なあ、気づいてるか？近くで変な匂いがするぞ。あ？セクハラ？あ、出た出た。そいつが変な目で見てくるぞ。あ、絶妙。堅物案外可愛いもの好きパターンはよくあるけど、はわわわなんでもない。こいつの名前は何というのだなんてチープな見せ方はしないけど、ただ全編通じて聖書が可愛い呼びしたのおそらくアブだけだし、最初からうっすらアブがめっちゃ好きな感じが伝わってよかったです。今回もアブ可愛かったし、昨今波なんちゃらや太陽のなんちゃらに毛をされがちなアブでしたが、数バージョン前から活躍のシーンが増えて嬉しい。で、今回ちょっと長かったんでざっくり回想から、山にこもり金を奏でるおっぱいと、将来原法地界に何かあったら私の権限を代行して構わないと話すドスケベおっぱい。エロすぎ。山を降りよ。一方漂白者は真の周波数が現れた無印閣を訪問したら、山降りてきた聖将と合流。新月湖の捜索で一致したので2人は同行。小銭ゲット。寒冷村に行って村の人たちから遠ざけられていると言われてる割にはいくらなんでも人格者すぎる老婆に小銭のことを聞いたら、人遊閣の人乱っぽいという情報をキャッチ。エッチすぎ。そしたら残像収納してる宮廷が稼働停止しててんやわんや。アブは何もしてなかったよね。もしかして原法上の制御中枢でもあり、真の利休でもある新居が原因じゃね？私も一緒に行こう。ドエンドゥンドエン。閉ざされていた新居の門ならば剣で切り開くまで。小銭反応開門。寿命マイナス4ヶ月。人乱と木遊の幻影に接触した後に別世界に飛ばされます。ここでは200年前の運営の駅が終わってるみたいで、本来であればその駅で壊滅したはずの炎上がまだ残っていることからも、これは歴史のイフルートか？でもそれにしてはあまりにもリアルすぎるというのが聖書の読み。予告特別配信でも登場した玉が登場。雲白を追いたければ風雲の障壁を通り抜けろ。そうでなければ人の境界には行けないだろうと全部知ってるような口ぶりで道を示します。調理先生も魚剣飛行の術ができるらしい。来訪の使い手に教えを授けようとしたけど逃げられたとのこと。この時のシーンが聖書の PV ですね。PV めちゃくちゃ良かったです。僕らの PV じゃないか説は置いといて。で、人々の話を聞く感じ。ここには気功術を授ける仙人がいて、桁違いの気功術で原法上を守り抜いた。だけどなんか同時に無気力になっていてやばい感じになっている。木遊登場。感情は欠陥であり、切除してこそ人は完全になる。感情も欲望もなくどんな物事にも執着しない心。それこそお前ら終身者が求めてる理想の姿やろ。原法上自身には何とかするほどの力があったのに、最初のシーンは何もしてくれなかったやんけ。っていうのが木遊の弁です。相変わらずレス場強すぎるひょうちゃん。シンは死んだが、お前はお前でダメだろっていうスタンスですよね。まあそりゃそうではあるんだが、続いて地の境界へ。死者の残響で機械を動かすというマッドサイエンティスト的ムーブに、人乱この表情。からの書き置きファインプレー。間違いなく過去一売る気がある男です。聖将が消耗して倒れます。ずっと外の人たちに剣を分け与え続けていたらしく、オーバークロック状態だったらしい。ここで聖将は内なるエロエロ聖将と対峙。さらにひょうちゃんはエロエロシルエットを誇る聖将の師匠、聖美と対峙します。人の不幸や残像の脅威を見ると感情が抑えきれなくなるという聖将の告白に対し、見るな聞くな遠ざけよと助言する聖美。ここ、は？何それ？力ある者が民を救わずにどうすんのよって私は思っちゃったんですが、この辺の考え方は視聴者情報なんですが、仏教者の定番らしくて、そもそも仙人って属性には関わらない人で、むしろ属性に関わると修行の邪魔になっちゃうから良くないとされるらしい。で、ついでに言うとそういう人たちが修身を通じて不老不死を目指してるっていうのも、なんか不老不死って悪い文脈で使われがちなんで、なんでそこを目指してるのっていうのが私最初ピンとこなかったんですが、これもあっちの文化らしくて、高い境地に達した修行者が老いを返してわらべに戻る、いわゆる変老感動っていう言葉もあるぐらいらしい。で、もっともっと言うと 2P からエロエロ聖書こと古神の間、向こうの言葉では神魔っていうらしいんですが、これもやっぱり仏教あるあるらしい。修行の中で自分の中に生じる迷いとか煩悩のことで、こいつに打ち勝てないとやばいことになるっていう。正直プレイ中はシグリカとかルシラの時と同じように、またペルソナ始まったよって思っちゃったんですが、ちゃんと文化的な背景に基づく設定だったんですね。ただ聖書はエロエロ聖書を切らずに、それを取り込んだまま強くするルートを選択。感情を切り捨てて完全になろうとした木遊と、感情を抱えたまま強くなることを選んだ聖書が対比になってますね。さらに200年前の運営の駅で一度ひょうちゃんと出会って、そこでの強さに憧れたことを告白します。
。前回のヤンヤンと同じくやっぱりヒョウちゃんの強さに憧れた女だったのか、このスチルめっちゃかっこよくて好きでした。でヒョウちゃんを弟子認定、ジンランの力も借りてリアル木油に勝ち込み入れます。木油の目的は採取の原理を解き明かして、それと並び立つ完全の命になるため、採取と文明にまつわる根幹データ、いわゆる文明の箱が欲しかったってことと聞くヒョウちゃんに対して木油曰く、いやそれはお前の宿敵が欲しがってるだけで、俺は採取の英知を採取に預けたままにするんじゃなくて白日のもとにさらすのが目的と答える木油。お前のゴールそこなんだ。自分でとどめを刺すか聖書に刺してもらえるかを選べます。皆さんどっち選びましたか？私は聖書にやってもらいました。で歌が挿入されて、あまりにもビジュアルが良すぎるドスケベ採取が登場。どこほっつき歩いてたんだよと聖書もヒョウちゃんもおかんむりの中、なんかエロエロオーラでごまかされてるけど、よくよく聞いたら結局ほとんど何も明かしてくれずに消えるシーン。すっきりした聖書が外食で飯食って、実は正体が弱運だった玉から盗撮された写真を受け取り、調理先生とのつながりが明かされ、ジンランの過去も15分弱で明かされ、おしまいっていう感じでした。ちなみに長席任務後、ジンラン、コンシ、調理と会話することができます。聖書と調理絡めやって思ったら、調理が聖書のこと言及してくれたので、会話内容高速ですが流しておきます。以上、皆さんどんな感想でしたでしょうか？まずはっきり言っておきたいのが、私は 3.0 の頃と違って黒毛無限信頼勢です。 3.1 をプレイし終わった後、この先 5,6 パッチクソ長席任務が続こうが、黒毛はまたでかい花火を打ち上げてくれるに違いないからドカッと構えようと思ってたら 3.2345 ずっと良くて、マジなんこのゲームやばすぎって思いながらここまで来ています。そういう信頼を表明しつつ、ただ今回の長席任務はなんかやっとちょっと入りきれなかったなっていうのが感想です。今回いつも通りめっちゃ連戦任務言われてるんですが、私別にキャラクエ的なプロットがメインクエに組み込まれてること自体は悪いことだとは思ってないんですね。それに終始しちゃうとキャラクエ感が出ちゃうだけで、例えば前回のバージョン 3.5 ってそもそも新天地の無臭とか原法誓いが今置かれてる状況の説明だったり、あと最終盤に時間停止ギミックが入ってヒョウちゃんをも止めるヤンヤン2の上位存在が出てきたりとか、名調の世界の根本に関わる話も出てきたから、ヤンヤンとかスイスイの連戦任務やんけっていう声も少なかったと思っています。でも今回って200年前の運営の駅の話とかももう前回出てたし、結局シンってなんで助けてくれなかったのとか、前回不明だった点も今回また引っ張られたまま終わったし、ちょっとフラクトシデスの話は出てきましたけど、それも気質の情報だったし、結局聖書が闇の自分を取り込んで成長して終わったみたいな、聖書が成長した以外のワッツニューが薄かったので連戦任務っていう批判が出たのかなと想像しました。そういう意味では私も同意見だなと思いました。聖書の成長話としては全然良かったと思っていて、ラハイロイで自分一人で何もかもこなせるわけじゃないってことを学んだ漂白者が、みんなが私たちを信じているように私たちもみんなを信じるべきって今度聖書に説いてあげる構図好きだったし、強者救ってくれなかったやんけ VS 強者は強者なりに悩みあんねんっていう感情の切り捨て VS 需要以外の対比も好きだったし、もう少し不況者のお約束をインプットできてると、聖書が神魔を取り込む選択肢を取った時もお約束から逸脱したムーブを取ってるってことに気づけてより没入できたかなと思いつつも、そこは私の額のなさによるものなのでやむなし。ただ真の扱いは少し気になりました。マジでビジュアルと声で許されてるだけで2パッチ連続でトラストミーで押されてるのなかなかパワープレイですよね。シリアスな局面で場違いな茶メッキを出してくるのも核やインペラトルにはない性格で、海外評価だと結構ヘイト高くて、私はおっぱいが大きいから別になんとも思わなかったんですが、確かに食えない感じ、好き嫌い分かれるかもなって感じました。バージョン 3.7 で相応の理由が明かされることに期待しています。ただ真の方はまだ良くて、私が一番引っかかったのはサムネの話なんですけど、やっぱ木油ですね。もったいねー。いくつかもったいない要素があると思っていて、まず木油って人の分際で正体不明の採取に庇護されてるこの世界おかしくねって疑問に立って、で手段は別として妄想上の世界とはいえ少なくとも採取はどうもしてくれなかった運営の駅をもしのぐ世界を描けたっていうのはすごいやつだと思います。ただ木油のダメなところって自分が根に持ってることを結局自分でもやってることであって、新月子様は我々を救えなかったのかそれとも救う気がなかったのか言うてたけど、救われなかった人々を代表してる風のお前が人から感情を奪ったり死者を愚弄している。でしかも感情というのは欠陥だっていうスタンスを取りながら、自分が窮地に陥ると俺によこせ全ての怒り悲しみそして無念をつって感情のエネルギーに頼ってる。ゴリゴリ自己矛盾してるんですよね。でここプロットすごいいいなって思ったんですけど、木油以外って自分の何かを犠牲にしてるんですよね。聖書は剣配って消耗してたし、ジンランは寿命を削ってるし、弱運も永遠の縛りを受け入れている。ただ木油だけは他人の命しか使ってない。でそれらを必要な
消耗って言ってるのは自分が消耗しない側にいるからそう言えるだけなんですよね。っていうもろもろ、ここをちゃんと論理的にひょうちゃんか聖書にぶっ飛ばしてほしかったなって。その過程をすっ飛ばして採取の苦悩もある程度分かっちゃってる強者側が甘えんな引きこもりって一周しちゃってる構図になってるから、なおのこと木湯の小物感を際立たせちゃってるっていうか、一応ドンマイな過去を持ってる人で今回のような行動に出ちゃうのが全く理解できないかっていうとそうではないから、もうちょっと主人公側あるいは今回の物語で成長した側の人がロジカルに攻めて欲しかったなって思いました。っていうのと、シンプルに木湯の最終目的のスケールが採取の英知を白日のもとにさらして終わりってもう週刊文春じゃんっていう。もちろん採取の英知が何かわからん以上、まずそれを知るのが目的にならざるを得ないっていうのはわかるんだけど、その先のビジョン、なんか例えば適当なこと言うけど、採取を滅ぼして人間の主導権を得るとか、フラクトシデスはこんなこと考えてるらしいけど、フラクトシデスをも利用して俺はこんなことしてやるとか、そこまで示されると悪役としての箔もつくし、連成任務ではなくてメインストーリーを進めてる感も出てくると思ったんですけど、そこがなくて残念でした。見え隠れする木湯の言動的に、もともと木湯はそういう崇高な目標があって、今回たまたまストーリーの描写が足りてないだけだったっていうよりは、単に木湯にそこまでの考えはなかった。飛行術とかの力を独占したいだけだった感が強いんですけど、でもそういう小物なんだったらバージョン 3.5 から1パッチ引っ張るほどの人物だったかっていうのが正直な感想でした。細かいんですけど、敗北後に偉大な実験に貢献してくれた素材に申し訳が立たないとか、急に一本筋が通った人ムーブしてくるんですけど、効率的に選別する方が無理して保存続けるよりずっといいとか、素材に対してそういう扱いをしていた人がその発想を持つかっていうのも引っかかって、ちょっと取ってつけた木湯上げ感を覚えてしまって、なおのこと木湯を軽薄に感じちゃったのかもしれない。小物だったら前回退場させてほしかったし、大物だったらもっと大風呂敷広げてほしかった。ただどちらにせよ木湯の自己矛盾については、ちゃんとひょうちゃんか聖書についてほしかった。そんな感じです。なんか妙に世話焼きなところとか、ジンランの見解伺ってくるところとか、キャラとして味わい深いところもあっただけに、木湯マジもったいなかったっすね。でもなんかストーリー終わった時、今回ちょっと微妙だったわって思ったんだけど、振り返ってみると気になったのシンと木湯ぐらいで、聖書のところはすごく良かったからなんか別に微妙っていうほどでもない気がしてきた。どうしてもアレフ1とかラハイロイとかそういうスケールの話の後なので、ちょっとしゃがんでる感を覚えなくもないんですけど、ベースラインが上がってるからヒってるだけで、6週に1回摂取するコンテンツとしてやっぱりバグってると思うんで、バージョン 3.7 ムシュクライマックスも楽しみにしています。皆さんは楽しめた派でしょうか？それとも微妙だった派でしょうか？感想ぜひコメントください。ここからおまけ。名調コンサート行ってきました。感想を配信で語ろうと思ったらマイクトラブルで全然喋れなかったので、こっちで少しだけ。わけーコンサートでした。2時間半休憩なしぶっ通しで38曲はやばいって。しかも全曲単に演奏だけじゃなくて生歌やらダンスやら入るし、紙吹雪や舞うし、観客も若いし、普通こういうコンサートって泣く時って鼻をすするぐらいが普通なのに、フローバとエイメスの曲流れた後、私の後ろの人がって言っててうるせえって思ったんだけど、しょうがないよね、フローバとエイメスなんだからって思いました。皆さんは何が一番好きでしたか？私はやっぱオーガスタが一番好きだなって思いました。なんでルパ飛ばすんだよって切れてたら、アンコールですり抜けアンコからのルパが流れて大歓喜。私知らなかったんですが、ルパの曲が人気あってアンコール常連らしいですね。ついでにアンコって英名だとアンコールらしくて、だからすり抜けがアンコだったとか知らなかった。コンサート最後に名調のプロジェクトチームからのメッセージが流れたんですが、地味にあれが一番感動しました。黒毛ってほんとプロっていうか、プロジェクトチームからああいう私的な発信ってほとんどないじゃん。それこそ予告特別配信の冒頭であの人がたまにちょろっと喋るか、あと私好きなんですけど YouTube の開発者裏話でちょっと聞けるぐらい。あくまでコンテンツ主体で発信するっていう姿勢を維持しつつも、ソラリスと現実が交差するからっていう丁寧な枕言葉付きで、あの場限りでああいうメッセージを届けてくれたっていうのは、開発者の人間味を感じられてジーンときました。どうしても一人用ゲームなので一緒に楽しむ人のつながりを感じにくいんですが、その中で提供者側とユーザー側が一体となれるオフラインの場を日本でも作ってくれてマジ感謝しています。黒毛の犬による名調上げ話でした。新シナリオや新キャラ、聖書、新、神羅、木湯の印象、コンサートの感想などぜひコメントください。今回もプチキャンペーン開催。早めにいいコメント残してくれた方5名様に生成300個差し上げます。詳細は画面参照。黒毛に感謝しつつご活用ください。こんな感じで名調感想動画毎回出してますので、誰かと超責任務の感想を共有していきたい方はぜひチャンネル登録お願いします。お次なし。